こんにちは。今回は熱海旅行の宿泊編、熱海世界へで海を眺めながら客室温泉と美味しいご飯を楽しみます。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。コージアースタイルのムートンです。今は熱海駅に来ています。前回の動画で特急踊り子で行く熱海観光の様子をご紹介したので、ぜひそちらもご覧ください。熱海駅から熱海世界へまでは、事前にお願いしていた送迎サービスのタクシーで向かいます。到着です。熱海世界へは2015年にオープン。2017年に新しく月の道という塔が作られ、2つ建物があります。今回宿泊するのは、オープン当初からある正面の建物、世界へ塔です。さあ、入りましょう。中に入ると正面に大きな窓。相良湾が一望でき気持ちいい。ここに座って海を眺めるだけで一気に特別な気分になれますね。奥にはラウンジがあります。セルフでネスプレッソをいただけます。こちらのラウンジでは夜にお酒が提供されるみたいです。ボックス席もあり、大人数でも楽しめます。この海を眺めながらくつろげる空間、いいですね。さらにロビーにはスーベニールコーナーがあります。世界へオリジナルのドレッシングやお菓子、お部屋に置かれているフレグランスやアメニティもあります。それではチェックインをしましょう。海が見える半個室で手続きを行います。温かいお茶とお手拭きを持ってきてくださいました。外で冷えた体が温まり、ほっと一息。チェックインが完了したので、下のフロアにあるお部屋に向かいます。エレベーターで宿泊する2階に到着。廊下の青色の絨毯は海を彷彿させますね。2番のオーシャンビュースーペリアに宿泊します。ロビーでもらった鍵で開けて、オープン。玄関でこちらのスリッパに履き替えます。それでは入りましょう。入ってすぐベッドコーナーがあり、奥にはリビング。窓からは海が見えます。ベランダに行ってみましょう。防水のスリッパを履いて出ます。相良湾が目の前に広がり、気持ちいい。ベランダにあるソファーに座ってくつろぐのもいいですね。さらに奥には露天風呂。伊豆山温泉の源泉かけ流しです。海を眺めながらの温泉、夢みたいです。後で暗くなる前に入りましょう。露天風呂には前と横にブラインドがあるので、外が気になる人でも安心ですね。それでは室内のルームツアー。テレビの下の棚を見てみましょう。棚の一番右には冷蔵庫があります。中にはお茶やジュースなどのソフトドリンクや瓶ビール。タグがついていないものは追加料金なしでいただけます。横の引き出しにはグラスがたくさん。下の引き出しにはお茶やコーヒーのカップもたくさん。棚の上にはミニバー。ネスプレッソとケトルがあります。ティーバッグはマイティーリーフのオーガニックブレックファースト、オーガニックアフリカンネクターと緑茶です。ネスプレッソは世界へオリジナルの組み合わせで
種類豊富。ウイスキーのボトルとサービスのお水もありますね。続いてバスルームを見てみましょう。洗面台が2つあります。ハンドソープとボディローションがあります。基礎化粧品はリーフ&ボタニクスです。引き出しの中には歯ブラシ、ヘアブラシ、シェーバー、ボディタオル、コットンセットがあります。もう一つの引き出しにはドライヤーやヘアアイロン。ドライヤーは2種類あり、2つともパナソニックです。サロニアのヘアアイロンもあります。洗面台の下にはゴミ箱とバスタオル。床暖房が効いていて暖かいです。奥にはシャワールームと露天風呂。レインシャワーとハンドシャワー。下には蛇口があります。シャンプーやボディーソープもリーフ&ボタニクスです。木製の椅子と桶もあります。リビングに戻って作業用デスクを見てみましょう。机の上にはティッシュやアクセサリーケース、メモパッド、電話とテープがあります。机の中には電源タップ。引き出しの中にはレターセットと充電コードがあります。防水のポータブルテレビもあり、お風呂に浸かりながら見れますね。海を眺めながら作業できるデスク。いいですね。デスクの後ろにはベッド。ダブルベッドが2つあります。枕元には部屋の電気のスイッチ。さらに上には電源タップもあり、スマホを充電しながら寝ることができます。ベッドの足元にはクローゼット。左右に分かれているタイプです。右側にはハンガーとバスローブ、ブランケットがあります。バスローブはしっかりとしたタオル生地です。下の引き出しの中には女性用のパジャマと浴衣。その下には男性用のパジャマと浴衣があり、浴衣は館内着として利用できます。一番下はセキュリティボックスでした。クローゼットの左側を見てみると、ハンガーにかけられた斑点があります。寒い日にはありがたいです。玄関の方を見てみましょう。右側にはお手洗い。ウォシュレット付きです。トイレの反対側には入り口のドア。ドアの横の棚はバトラーボックスです。利用済みのタオルをここに入れて、横のスイッチを押すと、新しいタオルと交換してくださいます。何度もお風呂に入りたくなる嬉しいサービスですね。2つのサイズの草履もあり、これを履いて館内を散策できます。リビングに戻ってきました。机の上の冊子を確認。スパやお料理が紹介されています。お酒を中心にルームサービスもあるみたいです。Wi-Fi の速度は 47Mbps でした。館内を散策しましょう。最上階のテラスに行きます。5階に到着。エレベーターを降りてすぐにミニバーがあります。冷蔵庫の中には水やお茶、ポカリスエット、ティーバッグとミルクとお砂糖、コーヒーカプセルがありますね。せっかくなのでコーヒーをいただきます。
それではコーヒーを持ってテラスに出てみましょう。テーブルと椅子がある広いテラス。こちらの席でコーヒーをいただきます。相良湾を目の前にいただくコーヒー、最高です。あまりにも眺めがいいので、いつまでもここにいたい気分。お部屋に戻ってきました。冷蔵庫にあったビールをいただきながら、お待ちかねの部屋の露天風呂に入ります。海を眺めながらビールを飲み、温泉で温まる時間、最高です。ここの出っ張りに頭を置いて、足を伸ばして入ります。外はもう真っ暗です。浴衣に着替えました。からし色で可愛らしい。斑点もぴったり。机の上にあるミニバッグに鍵を入れて持っていきます。ロビーにやってきました。日本料理尽くしで晩ご飯をいただきます。奥にあるこちらのお部屋にご案内いただきました。メニューを見てみましょう。カニがふんだんに使われた冬を楽しむお料理、とても楽しみ。飲み物は日本酒をはじめワインなどお酒のメニューも豊富。一杯目はレモネーゼというレモンのスパークリングを注文。乾杯。甘さもありつつ、米麹の香りもあり、美味しい。それではお料理をいただきます。いくつかピックアップしてご紹介しますね。前菜は熱海の自然を彷彿させる配膳。枝の蓋の下にはお料理が隠されていました。これはごぼうを鴨ロースで巻いたもの。ピリッとしたわさびと鴨の香ばしい香りが鼻を抜けます。これは穴子の握り寿司。炙りの香ばしさがありつつ、ふわふわで美味しい。柿と奈良漬けの春巻きは、皮がパリパリで、柿の甘さが口の中に広がります。二つ目の飲み物として、日本酒の飲み比べセットを注文。かわいいコースターの上に、おちょこが3つ。すべて静岡のお酒です。どれも甘めですが、香りや後味が少しずつ違うので、飲んでいて楽しいです。続いてメインのカニ。ズワイガニの炭火焼きです。目の前で取り分けてくださいます。焦げている様子が一段と美味しそうです。それでは身をほぐしていただきましょう。まずはポン酢と一緒に一口。カニの香ばしさとポン酢の爽やかさが最高です。熱々のカニ味噌にカニをつけて、柚子胡椒を乗せていただきます。カニ味噌のまろやかさとピリッとした柚子胡椒の組み合わせがたまりません。一番のおすすめの食べ方です。カニの次はお鍋。クエを使うそうです。目の前で作ってくださり、火の通り具合がベストなタイミングでお皿に盛り付けてくださいました。クエが程よくホロホロで美味しい。野菜の温度と歯ごたえも最高で、丁寧に甘みが引き出されています。お鍋は何回かに分けていただけ、どれも温かくてほっとする優しいお味でした。締めは
カニの炊き込みご飯、クエのアラを使ったお味噌汁と一緒にいただきます。カニご飯はお酒と出汁の香り、そして三つ葉のアクセントの組み合わせが最高です。お味噌汁はまろやかで白味噌の麹を感じられます。最後にデザートとほうじ茶を持ってきてくださいました。梨とぶどうでお口の中さっぱり。上の紐状のものはカダイフというトルコのお菓子で甘くてパリパリで癖になります。シャリシャリとしたお芋のアイスとよく合います。ごちそうさまでした。カニとお鍋で温まったほっこりする晩ご飯でした。ラウンジを少し覗いてみるとお酒の提供が始まっていました。ここで夜を過ごすのもいいですね。夜のお散歩として外に出てきました。せっかくなので月の道島を見に行ってみます。下にあるライトが月に照らされた道のようにも見え、幻想的。到着です。入ってすぐ明るいロビーとラウンジ。ここの塔では鉄板焼きが提供されているそうです。さらに寄り道というカラオケルームがあります。こちらは予約制です。大人数でパーティーもできそうなくらい広いですね。それでは世界へ島のお部屋に戻ります。お部屋の温泉に浸かって楽しい観光と美味しいご飯を思い出しながらのんびり。最高の一日でした。すっきりしました。寝る前のベッドチェック。枕は硬めと柔らかめの2種類。マットレスはやや硬めです。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。5階のスカイラウンジから見る朝日がとっても美しいです。冷たい空気と眩しい日光が気持ちいい。スカイラウンジの横のスペースでは朝にヨガレッスンが開催されるそうです。海を目の前にヨガなんてきっと最高ですね。朝ごはんまで時間があるので1階の大浴場にやってきました。清潔感のあるコンパクトな脱衣所です。基礎化粧品やドライヤー、アメニティもあるので手ぶらで着ても大丈夫。体を拭くタオルとサウナ用のタオルがあります。お部屋に温泉があるということもあり、貸し切り状態でした。朝日の差し込むお風呂、なんだか幻想的。この湯船の源泉もお部屋の温泉と同じ伊豆山温泉です。水風呂とサウナもあります。お風呂とサウナで整い、すっきり。エレベーターの近くにあるラウンジで少し休憩。冷蔵庫の中にはヤクルトとビールとコーヒー牛乳。ビールも魅力的ですが、朝なのでコーヒー牛乳をチョイス。中庭を眺めながらラウンジでお風呂の余韻に浸るのもいいですね。お腹も空いてきて、もうすぐ朝ごはんの時間なので、朝食会場に行きます。ロビーにやってきました。晩ご飯も食べた日本料理尽くしです。
海の見える半個室にご案内いただきました。青い相良湾を眺めながらいただける朝食。最高です。食前のドリンクは、リンゴとオレンジのミックスジュース。爽やかで目が覚めます。お料理もいただきましょう。この山盛りのお野菜は、半分はサラダとして、半分は温野菜としていただくそうです。小皿に取り分けて、パプリカドレッシングをかけていただきます。甘みのあるドレッシング、美味しい。ぐつぐつと煮立っているこちらは、カツオと鶏ガラのスープ。ここに残りのお野菜を入れちゃいます。お野菜に火が通りました。お出汁が効いていて、体の芯まで温まり、染み渡ります。続いて、土鍋ご飯を持ってきてくださいました。豚汁とご飯、おかずのセットです。お皿が一つ一つ違って可愛らしい。ほっと温まる豚汁と品数豊富なおかずで大満足。最後にデザートとコーヒーをいただきます。海を目の前に温かいご飯で満たされた朝食でした。ごちそうさまでした。お部屋に戻ってきました。冷蔵庫の中にあったお菓子をお茶と一緒にいただきます。熱海の老舗和菓子店のお菓子だそうです。中には白あんとさつまいもが入っています。優しい甘さで美味しい。緑茶によく合います。それでは帰りましょう。温泉と美味しいご飯に満たされた宿泊でした。いかがでしたか？コージアスタイルでは心地よいコージーな時間をお届けします。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは皆さん、良い一日を